皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は旅行の準備についてお話ししたいと思います。実は私は2月の中旬というのはここで言うとだいたい2週間目とか3週間目くらいですね。中旬からポルトガルのポルトとリスボン、そしてその後スペインのバルセロナに行って日本に2週間一時帰国をする予定です。全部で1ヶ月のバケーションになります。とてもワクワクしています。楽しみです。ヨーロッパ滞在中はポルトガルとスペインにいる間ですね。その間は日本語のレッスン通常通りする予定です。いつもと同じ時間に始めて、いつもと同じ時間に終わって、いつも通りお仕事をする予定です。観光は日曜日と、それ以外の日は午前中からお昼の2時もしくは3時までする予定です。やっぱり観光なので計画が必要ですよね。1ヶ月の旅行、バケーション、計画が必要ですよね。皆さんはどうですか？旅行に行くとき、計画って前もって事前にしっかり立てておくタイプですか？私は実はそうじゃないです。この間計画はあんまり立てないという話をしたと思います。時間の作り方っていうコンテンツで、私は計画を立てることがあんまり向いていないよってお話したと思うんですけど、旅行でもそうです。で、だいたい移動手段というのは場所を移動するときに使う車とか電車とか飛行機とかですね。そういう移動手段とホテルは数ヶ月前に予約をしておいて、行きたい場所をリストアップするくらいですね。はい。本当に行きたい場所が多いときは、この日にはまずここに行って、そしてその後あそこに行ってとかっていう感じで計画を立てることもあります。でもあんまりしないです。特に今回一人で行くので、自分が行きたいところにその時の気分で行けばいいかなと思っているので、全然計画立てていないです。はい。それにですね、今回は観光に使える時間一日中じゃないんですけど、滞在日数が長いので、つまりそこで生活する日が長いので余裕があるんじゃないかなと思っています。例えば午前中にいろいろ観光をして、ちょっと気になるところができたなと思っても、また次の日行けばいいですし、その家に帰った後にどこか気になるところをリサーチすることもできますね。なので余裕があると思っています。実際にもうあと出発する日まで2週間もないんですけど、やっぱり今回今準備したものとか計画したものは移動手段とホテルだけで、あとバルセロナのサグラダ・ファミリアは予約しました。はい、それはインターネットで、買ったんですけど、チケットが早めに売り切れるよ、なくなるよっていうのを見て、で、1ヶ月前に予約するのがいいよっていう情報をゲットしたので、なので、飛行機とか電車とか、それとホテルと、あとはサグラダ・ファミリアだけは予約しました。はい。多分今回本当に
計画立てるの少しめんどくさいなと思っているので、その時の気分によってお店を見て回ったりとかカフェで休んだりして行動するつもりです。はい。あとそもそも旅行をするとき、皆さん何を楽しみにして旅行しますか？私は海とかプールとかに興味がないので、リゾートでのんびりっていう旅行はほとんどしたことがなくって、基本的にたくさん歩く旅行ばっかりです。そして私はどこに行くにしてもとりあえず食べ物が楽しみです。その土地の食べ物を楽しみたいです。今回さっきも言った通り一人で行く旅行、一人旅なので、いいレストランには少し入りづらいなと思っているんですけど、カフェとか食堂とかを中心にご当地のメニュー、ご当地というのはその場所の有名なものとか、そういうメニュー、食べ物を楽しめたらいいなと思っています。実際に私が今までリサーチしたもの、これ有名だよって見たメニューをお話ししますね。まずポルトガルで食べたいのはパステルデナタです。甘いタルトでエッグタルトのようなものらしいです。はい。でこれは結構前から知っていて楽しみにしすぎて、実はトロントにあるポルトガル系のカフェでもう2回食べました。はい。なのでこんな味なんだなっていうイメージはできているんですけど、でも本場の味が楽しみです。はい。次はフランセジーニャという食べ物です。これはパンにステーキがサンドされていて、卵とかソースがかかっているものみたいです。私はもうとにかくパンが好きなので、ぜひ食べたいなと思ってます。あとそのパンのお話をすると、ビファーナっていう B 級グルメがあるらしいです。B 級グルメっていうのは価格帯、値段が少し抑えめ、つまり安くって誰でも食べられるような庶民向け、みんなが食べられる食べ物のことを言います。実際にビファーナという食べ物は煮込んで柔らかくなった豚肉がパンにサンドされているものらしくって、とても美味しそうに見えたので、これも食べたいなと思ってます。あとメニューというわけではないんですけど、絶対に外せないな、つまり食べないわけにはいかないなと思っているのが海鮮です。シーフードですね。海鮮がとっても美味しいらしいです。リゾットとかグリルとかとっても美味しいらしいので、どれか絶対食べようと思っています。とっても楽しみです。はい。あとポルトガルのポルトに住んでいる生徒の方がいらっしゃるんですけど、その方に地元のスイーツを一つおすすめしてもらいました。これはベーコンが入ったプリンだそうです。ちょっと変わってますよね。気になるので、それも見つけたら挑戦しようと思っています。続いて私がスペインで食べたいものをお話しします。まず生ハムですよね。これも本場の味を知りたいです。あとは生ハムのコロッケもあるみたいで、それも美味しいらしいので、ぜひ食べたいなと思っています。はい。あとはパエリアとかスペインオムレツも食べてみたいなと思っています。今までパエリアは日本のスペイン料理レストランで食べたことはあるんですけど、そんなにたくさん食べたことはないですし、スペインオムレツは食べたことがないです。なのでどんなものかなってちょっと気になってますし、楽しみです。はい。そして甘いものだったらやっぱりチュロスですよね。日本だと映画館とかテーマパークで売られているものになるんですけど、
スペインだと朝ごはんかなにホットチョコレートと一緒に食べるっていうことが結構定番、よくあることみたいなので、朝ごはんにチュロスとホットチョコレート挑戦したいなと思っています。はい。もうスペインは旅行に行った友達何人かいるんですけど、みんな何食べても美味しかったなって言っているので、とっても期待しています。あとはポルトガルとかスペインに限らずなんですけど、現地のスーパーに行くのも好きです。スーパーマーケットですね。日本との違いとか、その国の食生活を覗き見している気がして、何が違うかなとか、そういうのを知るのがとてもワクワクします。もちろんその日本でなかなか見ないような食べ物に挑戦するのも好きです。これ見たことないなっていう食べ物を食べてみるのも好きです。ポルトガルとかスペインは果物とか野菜が美味しいっていうのを聞きました。で、滞在中ポルトガルやスペインにいる間は午後からはレッスンがあってずっと家にいるので、お家の中で夜ご飯として野菜とか果物とかを簡単に食べるつもりです。スーパーで買ってきてお家で軽く食べるつもりです。それがとても楽しみです。もしこれを聞いている方で食べ物とか、もっと言えばおすすめの場所でもいいんですけど、何でもいいのでおすすめがあればぜひコメントで教えてください。はい。では計画でしたね。計画のお話をしました。で、もう一つ旅行の準備といえば大事になるのが荷物ですね。荷物。今回特に旅行に行くだけじゃなくて、日本に帰るので、友達や家族に渡すカナダのお土産も準備しています。はい。皆さんどうですか？荷物結構多いタイプですか？それとも旅行に行くけど荷物は機内に預けられるだけ、小さいスーツケースだけみたいな方もいますか？私はなるべく少なくしたいです。お土産をたくさん買いたいからですね。まあ多分私の荷物はあんまり多くはないタイプですね。でも少なくもないです。機内に持ち込むだけの分では少し足りないです。なので今回も少し大きいスーツケースを持っていく予定です。はい。私はスーツケースに荷物を入れるとき、大事なものが壊れたりしないように、なるべく隙間ができないように荷物を詰めていきます。隙間っていうのは小さいスペースのことですね。で、そうすると意外と重くなってしまうんですよね。で、スーツケースが大きいと結果的にたくさん物が入っちゃうので、重量オーバーになっちゃうんです。重量オーバー、重さのルールがありますよね。だいたい飛行機に預ける荷物は23キロまでっていうルールが多いと思うんですけど、この私が使っている多分サイズで言うと M サイズかな、中間くらいのサイズでも物を一生懸命詰めると23キロは全然超えちゃうんですね。オーバーしちゃいます。なので実は一番大きいスーツケースは持っていなくって、少しだけ大きい M サイズくらい、小さくもないけど大きくもないスーツケースをいつも使っています。今回の私の旅行における荷物の目標は、行きはスーツケースの半分、もしくは3分の1のスペースは空けておきたいです。カナダとかポルトガル、スペインのお土産を空いている部分に詰めて日本に帰って、で、日本でまたいろいろ買ってカナダに持って帰ってきたいです。
で、私が旅行に行った時、なるべくお土産を詰めていけるようにやる方法があるんですけど、それが捨ててもいい服を持っていくということです。はい、皆さんもやったことありますか？旅行先でその旅行して行った場所で服を捨てるっていうことやったことありますか？私は結構します。特に冬の時期はセーターとか分厚い服が多いと思うんですけど、結構かさばりますよね。かさばるっていうのはそのスペースが必要ですよね。なかなか小さいサイズにならないですよね。はい。で、セーターってたまに毛玉ができやすいものありますよね。毛玉っていうのは小さいボールみたいなもの、ニットの生地がこうくるくるっと集まってボールみたいなのができちゃって、ちょっと見た目良くなくなっちゃったりとかすると思うんですけど、なので私はもうこれ来年は着れないなとか、もう捨ててもいいなみたいなものをよく持っていきます。今回もそうするつもりです。はい。もちろん荷物がちゃんと入れば捨てる必要はないんですけど、でも多くなった時、どうしてもこれ買いたいっていう時に、じゃあこの服を代わりに捨てようということをします。はい。今回もなので本当に服は少しだけ持っていく予定で、日本で着る服は日本に置いてきた服があるので、それを着ればいいかなと思っています。問題なしですね。あと、荷物を軽くするためにすることで、もし滞在する日が長い時、その場所に泊まる期間が長い時、例えばだいたい3泊以上する時は、靴下とかは全部の日程分持っていかないことも多いです。例えば5日間の旅行だったら、靴下は多分3つだけ持っていきます。なんでかっていうと、夜のうちに洗うからですね。夜のうちに洗っておけば、翌日、次の日とか、もしダメでも次の次の日、翌々日には問題なく履けるんですね。乾くので。はい。ヒートテックとかのインナーも意外とすぐ乾くので、荷物を増やしたくない時には毎晩洗って翌日着るっていうのも全然しますし、おすすめです。はい。ちなみにその早く乾かす方法で私がやっているのが、ホテルとかってバスタオルありますよね。大きいタオル。大きいタオルを一度広げて、その上に乾かしたいものを置いて、ぐるぐるぐるっとロールのように巻くんですね。そしてその巻いたものをギュッと絞ります。そうすることで濡れていたものにあった水分がタオルの方に移動してくれるので、結果的に濡れているものが結構ちゃんと乾きます。こうするとちゃんと乾燥するまでに必要な時間も短くなるので、だいたい翌日、次の日には朝にはもう乾いてるっていうことが多いです。はい、ぜひやってみてください。どうでしたか？今日は私のもう2週間後に迫った旅行ですね。に向けてのお話でした。旅行の準備についてのお話でした。もう全然準備できていないですし、できていないというか多分直前になっても準備はしないんだろうな、計画はしないんだろうなと思っているところですね。皆さんはどうですか？旅行に行くときはしっかり計画を立てるタイプですか？それともその時の気分で行動するタイプですか？もしくは私のようにある程度泊まるところとか行きたい場所はだいたい考えておくけど、あんまりしっかり計画を立てないなというタイプですか？一人で行くか友達で行くかでも違いそうですね。はい。もしよければコメントで教えてくださいね。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあればぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またね。